今日はロレックスのウォール街について話していきます。皆さんこんにちは、こんばんは、ホイコローです。今日はですね、テーマが、ロレックスのウォール街というところで、思い当たるところって皆さんありますかね。一個の地域なんですけども、それが、私は香港だというふうに思っております。香港って聞くと皆さんめちゃくちゃ時計が集まる地域っていう印象は強いと思うんですけども、もう今はそれ以上の、市場の価格を決めるようなそういった存在になっているんじゃないかなと思っております。でこの動画ではですね、なぜ香港に時計が集まって市場の価格を決めていくかっていうところを解説していきますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。また気に入っていただければ、チャンネルの登録、またフォローしていただけると嬉しいです。まず本題に入りますと、なぜ香港に時計が集まるのかというところに関して3つ理由あるかなと思っております。1つ目は、まず税金がめちゃくちゃかからないというところになるんですよね。で例えば皆さんが切りのいいところで100万円のロレックスを買いました、日本で持ち込みますというふうな話になってくると、税金が発生しますと。で関税だと 10% の消費税っていうのが取られますと。でこれに対して優遇対策っていう形で、実質 6% っていうふうになりますので、100万円に対して6万円っていうところで消費税を払っていくような形になります。じゃあ別の国っていうところでいくと、例えばアメリカだと、もう本当に消費税のシステムがもう全然違いますので、これに関してはもう各州によって計算してください。もうわからないですっていうのが正直なところです。で、中国はですね、もっとカオス、一律しているので、なんとも言えない部分はあるんですけど、非常にカオスな数値が出てくるのが、まず、輸入増値税っていうところで 13% かかってきます。でこれに加えて1万元って言われる大体23万円以上の高級時計っていうものに対して20% の高級消費税がかかってきます。つまりは 33% の税金が乗っかってくるような、形になります。なので、日本に比べるともう中国なんてね、とんでもない税金がかかってきますし、それによって持ち込んだり出したりとかするともう大変なことになりますので、香港のこの税金制度っていうのがですね、めちゃくちゃロレックスの集まるという意味で言ったら、非常にいい条件が揃っているのがまず1つ目になります。で2つ目はですね、立地にあるかなと思っています。で香港を地図から見ていくと、ロレックスの、香港自体がそもそもロレックスの巨大市場ということもありますので、正規店から出てくる一次流通のロレックス量がまず多いと。で2つ目にですね、日本と中国っていうこの2大ロレックス市場にめちゃくちゃ近いっていうことかなと思っています。で日本から香港行くのって飛行機で約5時間じゃないですか。でそこから飛んでもすぐ現地で着いちゃうわけなんで、その日のうちにもしかしたら帰れてきちゃうっていうこともありえます。で中国なんてもっとすごくてですね、例えばあなたが中国の深センっていう場所があると思うんですけども、そこから高速鉄道で香港に向かった場合っていうのはですね、20分で着きます。もうすぐ近所です。もう家の目の前ですっていうような状況なんですよね。なんで立地的にもこういった三大市場が近くにある、あるいはまずうちの一つの市場であるということと、アクセスの良さっていうところでロレックスが集まりやすくなってるんじゃないかなと思っています。で3つ目がですね、めちゃくちゃデジタル化が進んでいるということなんですよね。リアルタイムの相場っていろいろとあるじゃないですか。で現地だとめちゃくちゃそれがデジタル化されていて、午前のレートから午後のレートみたいな形になっているらしいんですよね。でそういうになってくると、例えば同じデータナで、販売あるいは買い取りみたいな形をやるってなったとしても、午前は一つの値段、午後はもう一つの値段みたいな形でいうのは全然あり得るらしいんですよ。なのでこれら全てを踏まえると、今の香港はただの時計が集まるという場所ではなくて、もうすでにロレックスのウォール街化されている地域だというふうに私は思っています。でまたですね、この集まることによって近辺諸国のロレックス価格の決定権が香港にあるんじゃないかなと思っています。
つまりは今まで手放していたロレックスが日本国内だけの価格を見ていくというよりかは、香港の価格を密接に見ていくことによって我々の持っている資産価値っていうのはより明確になってくると思っています。じゃあ日本はこれに対してどういうスタンスで見ていったらいいのかなっていうところでいくと、例えばなんですけど、香港を証券取引所だというふうに見たときに、我々がロレックスを手放すっていうことはですね、これも上場に等しい行為だと思ってはいるんですよね。手放すことによって香港の証券取引所に行って、そこで取引されるというような状況になりますので、こういう構造をしっかりと見ていくとより重要性として高まっていくのかなと思った時に、日本にあるロレックスっていうのはめちゃめちゃ金鉱脈っていう形になると思うんですよね。で、我々がじゃあ手放した、でバイヤーさんが買い取ります。その後に香港に持っていきます。しかも税金なしで。で、現地の、香港ドルで取引、あるいは US ドルで取引をしていきます。となった時に、この一連のものを踏まえて我々がアクションとして、まずは香港のことを認識する、あるいは知っておくっていうことが一番重要なことになるというのが、推測できます。今日のまとめです。香港というのが、ロレックスのウォール街化としております。その理由は主に3つあります。1つ目は税金の優遇、2つ目は立地、3つ目はデジタル化となっております。なので日本のロレックスファンの皆さん、ぜひここはですね、重要だと思って、もしタイミングがあれば、ぜひ香港に足を運んでもらって、現地の肌感を見てきてもらった方がいいかもしれません。それが我々が気にする資産価値を守るアクションとして正しいかもしれません。今日は香港についてお話しさせていただきました。引き続きロレックスを起点に世界経済やニュースをお話しさせていただければなと思っております。ぜひ皆さんチャンネル登録、また高評価をしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本動画は市場分析、ドキュメンタリー、注意喚起を目的としたものです。偽物、コピー品の取得、利用、製造、販売、輸入、流通を推奨するものではありません。特定の購入方法、取引方法、連絡先、輸入方法は案内していません。内容には公開情報、現地情報、独自考察に基づく分析を含みます。個別の取引、法務、税務、心眼判断については必ず一時情報、関係法令、各取扱機関の最新情報をご確認ください。